愛知ですけど、はい。今日なぜ愛知に？いや、少年院に訪問しようと思って。少年？はい。俺だからこそできる話があるかなと思って。皆様ごきげんよう。今日なんですけど、町の喧嘩自慢に11年ぶりぐらいですね。ちょっと僕が入っていた少年とは違うんですけど、11年前でおっしゃってましたけど、はい。皆さんもその入っていた。そうですね。それは普通に暴走族もやってたし、毎日喧嘩もしてたんで、いつか捕まるような生活をしてた中で、捕まったって感じですね。僕は別に違ったんですけど、非行に走る子たちって環境のせいとかそういうのも結構あるんですよね。片親に育てられててとか、貧しくて万引きしちゃうとか、根がいい子が多いっていうことを知ってるんで、ちょっと手助けになれればなと思っていいことにしましたね。普通の人が言うよりは多分俺が言った方が伝わるんじゃないかなと思って決めたんですけど、年の近い本物が来るっていうのはさ、ないだろうね、あんなの。初かもしれないですね。楽しみですね。うまく話せるかどうかだけがちょっと心配ですね。はじめまして。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。お願いします。ここはどういう子が？ここは短期処遇の少年院ということで、比較的短期間の改善構成と社会復帰が見込まれる子どもということで、今日はですね16人がみくるさん来ることを楽しみに待ってますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあどうぞ。子どもの生活してるところ、ようどうぞ。これ一人部屋ですか？いや、ここはね6人部屋だけど多くて4人ぐらいですかね。大きいからね今の子は。よく窓の外見てましたね、僕も。どんなこと考えてたんですか？でも友達のこととか考えてたかもしれないですね。何やってんのかなみたいな。カーテンとかはないんですね。カーテンは別に必要ないでしょだって。外から巡回して回るので、外から見えないといけないです。子供の顔が見えないと。僕もまさに外から笑ってるとこを見られて連れてかれた寝てる時によいしょ、どうぞ。そこの単独室はこんな感じ。どうぞ中入ってください。こんな感じでしたね。なんかすごいこう精神的に追い詰められそうなんですか？そうですよ。時計もないし、ここでずっと座禅をしてないといけないんですよ。座禅しますよね。1日8時間ぐらい。ここはしない。しないですか？しないしないしない。瀬戸はなんかしないといけないですね。8時間ぐらい。昔はねあったかもしれないね。ここの中で1回笑ったことによってここで1週間ぐらいでしたっけ？2週間でしたっけ？どれぐらい2週間もないかもしれない。1週間ぐらいじゃないかな。ご飯とトイレと寝る以外は座禅みたいな。時計もないんで気が狂ってきますよね。
2週間ぐらいいると足の筋肉が落ちるんですよ、めちゃめちゃ。でそのさっきの集団に戻ると1日で足が筋肉痛になるみたいな、精神的にね2週間いて、ようやく戻ると、まあ、集団量がちょっと楽しいなぐらいの感じだったんですけど、またその同じ月に笑わされてまた連れてこられましたその同じやつに。はい、めちゃめちゃ面白いですよ。古いでしょ、いずれにしても。こういう扉だったら手にいただきます。そうですね。中入ってみ。確かにこんな感じでしたね。毎日入れるんですか？夏は毎日温水シャワー、で足すお風呂が週に2回。でも似てますね。こんな感じでした。アルミのお風呂。パッと入ってパッと出るんですか7分とかだった気がします今の半分以下。今は出入り入れて30分。いいっすね。この時も誰ともいい湯だなみたいなのをしゃべって、そんな言っちゃないです。いい湯だなって。そんなん何もしゃべらず。そりゃそうですよ。職員の待機所みたいのがあって、こっちが面会室。あご家族が来たりした時にこちらの面会室使って面会すると。こっち側に座るんですよね。こっち側がそうこっちに家族の方ですよね。はいはいはい。めぐるさんはどなたが一番母親ですね。やっぱり母親と、まあ、弟も、まあ、こんなちっちゃかったけど来てて、早く出てきてよみたいな言ってましたね。喧嘩売られるから早く助けてみたいなでも毎月来てたと思いますね。30分でしたっけ？30分ぐらいですかね。そうそう、30分のために、まあ僕は瀬戸だったんで豊橋からまあ 1,2 時間かかるのかな、かけて、まあ、帰りも含めて来てくれてたんで、なんか悪いなと思ったりしてましたね。うわー懐かしい。何が懐かしいですか？あの鉄格子。どうぞ。古いでしょ。うわーなんかでも懐かしい。すごい懐かしいな。なんか違うけど懐かしいですね。こんな風景ですよね。どうぞ。じゃあ中庭行きましょうか。ラジオ体操をめちゃめちゃやった記憶がありますね。もう本当にすごいですよ、ラジオ体操も。めっちゃビシビシって。これみんなの前でやったりしなかったんですか？あ、やりましたよ。上がってみれば。いやあれですよね、一番なんか選ばれるというか最後の方ですよね。最後の方。はい。当時は下でしたね。ちゃんとやられてたんですか？いやもちろんちゃんとやってましたよみんな見てますからね。こんなに空広かったっけなかなか上を見上げるっていうことがね。確かに、そうか。空なんか見上げてたら怒られちゃいますもんね。前を見てなさいって言われたんじゃないですかね。多分ね、そうですね。しかも自由の極みみたいなとこから来てるんで、みんな好き放題やってきてた子が、まあ、こんだけ縛られた生活をするんでよりいいですよね。逆に僕今だったら耐えれちゃいそうですもん。逆に言ったらなんかそんなに苦じゃないかもしれないです、今ならね。僕規則正しい生活してるんで、朝5時に起きて9時に寝てって。はじめまして、朝倉未来と申します。今一応格闘家で、あと YouTube もやってます。ちょっとせっかくなんで、この中で一番強いと思う方、自信ある方いたら手を挙げてください。おじゃあちょっとミット打ちやってみますか。ミット打ち。はい。やってみましょう。
よし、やってみようか。じゃあ、はい右利きはい普通にジャブでいっちゃう。おお、それでおお、いいね、いいパンチですね。ボクシングやれた？いやキックボクシングキックボクシング。ポンツ。おお、いいね。はい、じゃあちょっと体も温まったんで授業始めたいと思います。ですね、で皆さん今夢ある方、手を挙げてください。あ、知ります？じゃあ、大晦日ですね。試合がもう乾杯。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 勝つか負けるかみたいな、自分の中でもわからない。タイトルに挑戦したい。だいぶ日も経ってるんで、まあ、新しい強敵と戦うような、過去最強の相手というか。女子格にはないのかな。それ夢欲しい。男って強かったらモテるじゃないですか。女って別に強くてもって感じですよね。でも強くて持ってたことある。ないです。ないでしょ。いやでも持てるよね。そのちゃんと理解。モテたことないの。それシーヤがモテてるだけ。シーヤンはモテるでしょ。いや別に。だってみんなの下見てるでしょ絶対。下々。実際に聞きたいんですけど、はい雷神出たじゃないですか。ましたね。なんかあるんですかそういう効果、雷神効果みたいな。その雷神効果。ちょっとでもね確かにね。気になる人とかいないですか？確かに。いるんだよ。いや今いないんですか。確かにいる。カンナは知ってるかもしれないですね。あいやいや。カンナちゃんに言えないでしょ。まあ確かに確かに。お母さんね好きな人がいる。お母さんなんじゃ。でも口に出すとさ、どんどん好きになっちゃわない？なんかあ面白いこと言う。ね、それもそうだよね。そうなの。ーじゃあ中村さんそうだったんですか。それは知らないけど。知らない。間が割れた。死んだ魚の目が。感情は夢だ。感情は引き寄せたの知ってますかね、有名な。なんか死んだ魚のような。なんかあの時ふざけてる感があったんですよね。でも白目向こうと思ったんですけど、なんで？ムサエフがめちゃくちゃ見てたんですよ。ここで、ちょうどこの距離で、そう後ろ目にしたらすごい。笑ってくれたかな。いやー、そうだったんだ。あ、可愛い来た。可愛い。あ、ちょっと笑おうと思ったけど可愛いわ。あれ、私がファイトでした。遅いよ。すごいじゃん。だってなんかおじさんの接待みたいな感じ。我々です。あいちゃん。はい。私ですか。頑張ろうね。頑張淡々としますね。レスリングは私が先輩だけど、MMA は先輩じゃないんですよ。あ、楽しいです。はい。面白い。言わされてる。もうなんか
違いすぎてでもいやいやいややめなさいそんなことないです、そんなことないでしょ。いやありますよ本当にまあ、普通にやられっぱなしというか中さんより強い人はいないんで、はい、中さんよりは弱いと信じて思いっきり、はい、行こうと思います。わかりますよね、今回で本当にこう立ち位置がわかる試合かなと思います。はい、そうですね。一言。あっちゃんって誰？もし強いて言うなら誰が仲いい？女子。仲いい、私仲いい人いないです。いやいや。それもないもん別に。ここはただ単にちょっと友達作れないです。ディズニーランド2人で行ってるし。ダメだ。ディズニー呼んでよ。急にどうした？なんかでも海行ってたじゃないですか、なんかすごい。海？海ね。あ、行ってた。面白かった。いやすごい。いやすごい面白かったですよ。視線を感じるのに誰も来ない。あれもね、ちょっとやっぱ見ろかけづらいのかね。何にもなかったな。声かけやすいオーラ。何もなかったな。もう少しあと10段最後まで最後まで気持ち切らさないよ。はい、じゃあ階段頑張っていきましょう。階段に移動します。1本目でもパンパンですよ。おーって感じですね。やれんのかって感じで、きついぞって言っときました。相当怯えてました多分。昨日の夜から。やだ。私の幸せだと思ってみんなのためにってみんなのためにってやってたんですけど、もうなんかみんなのために頑張れなくなっちゃって、ここからきついけどな、ここからきついけどここは止まらないレナちゃんの方が早いんだ。いいペースいいペース、頑張れ頑張れ。そうですね、初めてですね。自分がやってないような練習、慣れてない練習内容ですね。ちょっと気持ちを切り替えるために来てくれようとしたんかなと思います。もう2本目3本目から結構もうきつくなるんですよ。でそのきついなって思った時にその気持ちが潰されないように。レイナちゃん手使わないで、上まで頑張れ頑張れ。止まんない止まんない止まんない。あやかさん撮ってもらっていいですか。いやきつそうですね。まあそのきついことをさせたかったんですよね。どうしても殻を破るにはやっぱりもう一つ突き抜けなきゃいけないんで、本人もですけど、僕らチームもやっぱり負けたくないんで、やっぱり一人とかでやってるとね、気持ちがくじけそうになったりとかネガティブな方向に気持ちって引きずられていくんですけど、でも隣で誰か頑張ってたりとか終わった後ちょっと笑顔出してたりとか、お互いそういう引き寄せ合いながら引き上げ合いながらやっぱりトレーニングできるっていうのはすごくいいなと思います。すごい頑張ってました。すごいなと思いました。全部走り切ってた。
ももう5年やってる打撃はもうスペシャルなものがあるので、何か教えるっていうよりも弱い部分だったり違う場所で違う相手に試してもらえて、またそれを次につなげていってもらえるように。違う空間で違う人たちと練習するっていうのはすごいテンション上がるし楽しいし、今回は追い込む練習っていうよりは一回リセットしたかった感じもあるので、その点ではすごい気分転換、いい刺激にもたくさんなってるので来てよかったなって思います。想像以上でしたね5本目ぐらいからもうちょっとやめようかなって一人じゃ無理でしたけど、やっぱりみんなが頑張ってるからさすがにねやめれないなっていう。走り終わってちょっと話してみたら、5本終わったらきついことに慣れてなんとか頑張れたみたいなことを玲奈ちゃんも言ってて、今日玲奈ちゃん一回こう沈んでだけどそこからまた上がるっていう感覚を覚えたので、あれって大きいなと思います。はい、行くよ。はい、通ります。もともと玲奈ちゃんってもう、高校生とかもうなんていうの格闘技界では有名。正直もっと玲奈ですみたいな私があるかなと思ってたんですけど、全然そういうのなくて、本気でやってるのを見てるし、そういう外部感っていうのは全くないですね。そうだね、女子の総合がここまでなんか盛り上がるというかっていうのはやっぱり玲奈ちゃんの力ってすごいいますよね。浜崎さんはもっと近い存在じゃないですか、藤めぐさんとは。でも私的には結構まだ距離感感じるんで、余計にどうやって思われてるんだろうっていうのをすごい感じます。もっとできひんのかと思ってたって言われましたそれはすごい嬉しい言葉なんですけど、今の動き見てたら負ける相手じゃないよとは言ってもらえたんですけど、負けちゃったからねそれは嬉しい。ああ、よかったです。本当に本当に嬉しいです。もうあの試合は悔いしかないんで、あんなもんじゃないって。自分を信じれなかったけど、ちょっと今回ばっかりは自分信じて、仲間信じて、頑張りたいって思いましたね。泣いてましたけど。誰がですか？泣いてました？泣いてました。泣いてました？悔しいですね。本人が一番悔しいと思う。向いてないとか言うなよって言われました悲しいこと言うなよって言われた。いや、最近なんでもないんですよね。でも私の試合で泣いたことないですよ。確かに試合の後いつも泣いてるんだ。真っ赤っかになってるじゃん。確かに昔は感情がなかったですからね。感情がないっていうか、勝っても別に嬉しくないし、そこまで感情が生まれてきた。感情が生まれてきた。最近人間になってきて雷神出てからはこうやっぱりいろんな人見てくれてるし、こう誰かのためにっていうのはすごいあります。あるかも。確かにっていうか、藤井さんいなくなってからですよね。やっぱりこう藤井さんの偉大さというか、そういうのやっぱ感じますよね。Hai Payon, Rising
벨트를 땀으로써 한국의 여자 격투기의 붐이 좀 더勝つか負けるかみたいな自分の中でも分からないこの感じが楽しんではある。自分の大切な人が悲しんでるってことはもう無責任な自由なんです。ここにいる、何人か絶対にまた捕まると思ってます。